皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマは多文の言い換え表現です。まずはこんなシーンを見てみてください。病院で医者と患者が話しています。堤さん、お入りください。今日はどうされましたか？喉が痛くて咳も出るんです。熱はありますか？いえ。そうですか。ちょっと失礼しますね。多分辛かったでしょう。多分風邪ですね。多分。はい。カルテを見ると先週も病院に来てますよね。多分疲れが溜まってるようです。多分薬を飲んだらすぐ良くなりますよ。多分。でも今日出す薬は強いので多分眠くなるかもしれません。こんなにひどい風邪ですから多分運転しないと思いますが、飲んだ後は十分気をつけてくださいね。このお医者さん危ないな。大丈夫かな。はい。こんなお医者さん嫌ですね。お医者さんの言葉が信じられなくて不安になりますよね。でも皆さんも多分ばかり使っていると、この人の言葉を信じていいかな、この人大丈夫かなと思われてしまうことがあるかもしれません。そこで今回は多分の代わりに使える6つの表現を紹介します。紹介する6つの表現はすべて相手の感じ方が違います。ぜひ状況に合わせて使い分けて会話の信頼度をアップさせましょう。一つ目はさぞです。さぞは多分他の人の気持ちや状況はだろうという意味です。他の人の気持ちになって思いやりを示すときに使う多分です。さぞでしょう、だろうの形でよく使います。例えば、さあ、家に入ってください。外はさぞ寒かったでしょう。こんなにひどい怪我をして、さぞ痛かっただろう。このように、さぞと聞くと、相手は、この人は私の気持ちをよく考えてくれたんだな。優しい人だな、嬉しいな、と感じます。二つ目は、おそらくです。おそらくは、多分という悪い結果になるという意味です。悪い結果は残念だけど 80% ぐらい正しいと思うときに使う多分です。おそらく、でしょう、だろうの形でよく使います。例えば、台風が来てるからおそらく運動会は中止でしょう。昨日のテスト全然解けなかった。おそらく追試だろう。このようにおそらくと聞くと、相手はこの人は悪い結果を残念だと思ってるんだなと感じます。三つ目はどうやらです。どうやらはなんとなくだと思うという意味です。はっきりとした理由はないけどそう思うときに使う多分です。どうやら、らしい、そうだ、ようだ、みたいだの形でよく使います。例えば、田中さんから返事が来ない。どうやらメールが届いていないらしい。どうやら田中くんは私のことが好きみたいだ。このように、どうやらと聞くと、相手は、この人ははっきりとした理由があるわけじゃないんだなと感じます。四つ目は、きっとです。きっとは 99% 正しいと思うという意味です。間違いないと思うときに使う多文です。きっとだ、だろうの形でよく使います。例えば、こんなに空が暗いからきっと雨が降るだろう。山田さんを紹介するよ。きっといい友達になれるよ。このように、きっとと聞くと、相手は
あ、この人はとても強く信じているんだな、と感じます。5つ目は、もしかしたらです。もしかしたらは、かどうかわからないけど、と思うという意味です。間違いかもしれないけど、と、ちょっと心配な時に使う多分です。もしかしたら、かもしれないの形でよく使います。例えば、もしかしたら来年アメリカへ行くかもしれない。もしかしたら彼は私を覚えていないかもしれない。このように、もしかしたらと聞くと、相手はこの人は正しいかどうかわからないんだなと感じます。6つ目は、まさかです。まさかは 99% ないと思うという意味です。できない、信じられない、たら変だという時に使う多分です。まさかないだろう、なかったの形でよく使います。例えば、まさか田中さんが犯人ではないだろう。まさかディズニーランドで先生に会うとは思わなかった。このように、まさかと聞くと、この人は信じられないという気持ちなんだなと相手は感じます。はい。ここまで6つの多分に変わる表現を学んできました。復習しましょう。さぞは他の人の気持ちを考えるとき、おそらくは悪い結果が残念だと思うとき、どうやらははっきりとした理由がないとき、きっとはとても強く信じているとき、もしかしたらは正しいかどうかわからないとき、まさかは信じられないときに使いました。それでは最初のお医者さんとの会話で多分を言い換えたシーンをもう一度見てみましょう。堤さん、お入りください。今日はどうされましたか？喉が痛くて咳も出るんです。ちょっと失礼しますね。さぞ辛かったでしょう。おそらく風邪ですね。やっぱりそうですか。はい。カルテを見ると、先週も病院に来てますよね。どうやら疲れが溜まっているようです。きっと薬を飲んだらすぐ良くなりますよ。わかりました。でも、今日出す薬は強いので、もしかしたら眠くなるかもしれません。こんなにひどい風邪ですから、まさか運転なんかしないと思いますが、飲んだ後は十分気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。はい。最初に見た会話よりずっと信頼度がアップしましたね。多分とただわからないというのではなく、自分はどう思っているのか、または相手にどう感じてもらいたいかに合わせて、今日紹介した6つの表現をぜひ使い分けてみてくださいね。飯クラスでは私や日本人の先生たちと1対1で会話ができます。日本人と仲良くなるために自然な日本語表現を学ぶコースや発音をきれいに直すコース、習った文法を使いこなせるように練習するコースなどがあります。まずは25分で会話のお試しできるコースから始めてみませんか？ぜひこれらのコースもチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。